異国の地で寂しい気持ちや仕事をしながら社会人として辛い時があっても、その海兵隊を出たからそれを乗り越えてるんじゃないかなと私は今でも思っております。안녕하세요、ナポレオンテレビのカンです。今日は韓国の男なら行かなきゃいけない軍隊について話していきたいと思います。皆さん最後まで見てください。それではどうぞ。皆さん着替えてきました？かっこいい。ありがとうございます。実はこの服は、自分が軍隊の中にいる時に着てた服じゃなくて、その勤務が終わりまして除隊する時にちょっと記念として作りたくて作ったものとなります。漢字でなんか海兵隊って書いてあるんですけど、こっち見てくれました？なんで漢字で入ってるんですか？今現在でも韓国も漢字使ってますよ。海兵隊って書いてあるんですけど、どこに所属してたんですか？そしたら。そうですね、韓国の軍隊は大きく3つに分かれておりまして、陸軍、空軍、海軍があります。で、私が行ってきました海兵隊は、海軍の特殊部隊になります。海兵隊って特殊部隊って言いますけど、誰でも入れることできるんですか？誰でも入れたら海兵隊を選ばなかったっていうことがありますけれども、海兵隊は一応志願して入るんですけれども、体力テストとその面接っていうのがあるんですけれども、体力テストは腕立て、あとは腹筋運動、そして、100m を何秒で突破できるのか、その3つの項目に対して体力テストを行います。面接は、やる理由としては、軍隊って結構囲まれてるとこなので、そのちょっと変わった人とか、そういうちょっと精神状態が不安定な人が入ったら結構大げさになりますので、その精神状態を見るためにその面接っていうのを行われます。いつから兵役義務って始まる？兵役義務は一応20歳から29歳、いわゆる30歳になるまでに絶対に行かなきゃいけないです。絶対に行かなきゃいけない。そう、絶対に行かなきゃいけない。それは、韓国の国民としての義務に定められてるから、韓国の男だったら行かなきゃいけないですね。ちなみにその兵役義務って何年間行かないといけないんですか？今は結構かなり減りまして1年半ぐらいになりましたけれども、私がいた時には2006年に入りまして2008年度に、除隊しましたけれども、2008年度1月から月に1日ずつ減っていく政策が発表されたんですね。それが今までずっと減っていて、今までなんですけどだいぶ前からその1年半になりました。私のお父さん時代は3年間の3年間も軍隊にいた時代の1日の流れってどういう感じなんですか？単純に言えば、朝起きて体操して、そして朝ごはん食べて、で訓練を受けて、で昼ごはん食べて訓練を受けて、夜ごはん食べて、で掃除して、寝るっていうのが平日の、日課となりますね。休みってあるんですか？休みありますよ。土日が休みです。土日休み？でも土日休みがみんなに与えられる休みじゃないんですよ。それが入隊しますと訓練兵、訓練兵から始まるんですけれども、その訓練兵を終わってからその一等兵、一兵、あと上兵、兵場になるんですね。その4つの階級があるんですけれども、その週末にはその一等兵と一兵は休めれないんですよ。1週間平日に溜まった洗濯物をやらなきゃいけないんですけれども、自分のものも含めて平常のものも全部やらなきゃいけないんですよ。ルール的なものがあるんですけれども、例えば一等兵とか一兵はその鏡を見ながら歯磨きができないとか。なんでですか？言われるとなんでだったかな、わからんね。そう。もう一つ言えば私が勤務しましたヨンピョンドっていうところは一応島だったんですけれども、結構自分がいた、兵士って言いますか、ピョンサはかなり古くてですね、温水が決まってる量しか出なかったんですよ。一番先に入るのはその一番トップの人、兵長が入るわけですね。その次に上兵で、もう一兵になっていくともう温水は出ないわけなんですよ。特に島だったんで海風がすごかったんですよね。マイナス温度にもかかわらずその冷たい水で
射をしましたね。軍隊に勤めてる時に怪我しちゃったらどうすればいいんですか？軍隊の中でも一応病院っていうのがありまして、의무실って言いますけれども、はい、軍隊の病院があります。例えばその病院に少しでも入院してる時の間って軍隊に勤める期間とか短くなるんですか？その訓練中じゃなくても、その一応軍隊の本模擬が服務の期間の中に手術を受けなきゃいけないぐらいの大きな怪我をした時には、残った期間と関係なくすぐ除隊ができます。病気の時にですね。給料とかって支払われるんですか？給料はいただけるんですよ。でもですよ、で2007年度の一等兵の時は韓国ウォンでだいたい6000円ちょっとぐらいいただきました。たったの？軍隊の中にいるとお金使うとこがないんですよ。タバコとか軍隊の中にある、コンビニを PX って言いますけども、PX パーティーをするときにそのお金を使うんですけれども、海隊も上下関係がありますので、上の、兵長とか上兵が全部買ってくれるんですよね。そんな安い給料で一体どんな訓練をしてたんですか？訓練については基本的に4つがあるんですね。1つ目は1つ目射撃訓練、2つ目は遊撃訓練。遊撃訓練って言いまして、こうやって往復前進ですか？そうですね。サバイバルみたいな。そう。なるほど。サバイバル。3つ目は、IBS 訓練って言いまして、そのボートを乗って侵闘する訓練をやりました。戦争が起きた場合、一番先頭に立って敵地に侵闘する部隊が海兵隊なんですよね。なるほど。上陸する時の。そうです。上陸部隊って言われます。なるほど。4番目は화생방 훈련って言いまして、化学兵器訓練ですね。化学兵器って言いますと、その煙で人の息が吸いづらいとか、そういう訓練を常に受けて、それを慣れるっていう感じの訓練ですね。慣れないですよ、そんな化学兵器は。もちろんその化学訓練でそれを慣れるっていうよりも、そこでつけるマスクがあるんですけども、それをマスクの付け方だったり、どのように使えばいいのか、使い方とか。なるほど。その兵役義務ってなんか免除されることがあるって聞いたんですけど、それって本当なんですか？一応ほとんど運動選手が、免除されるケースが多いですね。スポーツ選手になったら誰でも免除されるんじゃなくて、例えばサッカーでいうと、ワールドカップのベスト4に入ったりすると免除されるんです。でもそのベスト4に入ったから国の代表として選ばれた選手みんなが免除されるんじゃなくて、そのゲームに1分でも出なきゃその免除はされません。最後なんですけど、自分で海兵隊志願されたじゃないですか。そのきつかった海兵隊を最後までやり遂げてどうだったんですか？海兵隊を志願して上代したのも14年ぐらい過ぎましたけれども、私が今までやったことの中で一番いい選択だったんじゃないかなと思います。なぜかというと確かに辛い生活だったし、辛い訓練、そういったことがいっぱいあったんですけれども、それを私が乗り越えて上代をしたわけじゃないですか。で今社会人として日本の企業にサラリーマンとして勤めていますけれども、異国の地でこの寂しい気持ちやその仕事をしながら社会人として辛い時があっても、その海兵隊を出たからそれを乗り越えてるんじゃないかなと私は今でも思っております。それで海兵隊は誰でもできたらいけなかったし、選ばなかったし、誰でもできたら海兵にならないっていうその精神で、私は日本でそしてこの YouTube を成功したいので、皆さんのご協力や応援をいただきたいです。今日は、韓国の軍隊について話しましたけれども、だいぶ10年以上過ぎまして、ちょっといろいろ話しましたけれども、また私に韓国の軍隊について聞きたいことがありましたら書いてくださると、それについてお答えさせていただきます。最後に登録といいねよろしくお願いします。最後まで視聴ありがとうございました。감사합니다。